皆さん、こんにちは。沖野です。今回も前回に引き続き、塾新さんがゲストに来てくれてますので、改めて簡単に自己紹介お願いします。皆さん、こんにちは。塾新です。いつも暑いですね。よろしくお願いいたします。謎の間、この間カットせずにそのまま出そ本当？う。皆さんからいただいたお便り、ちょっと全部読めてないんですけど、その視聴者さんからのお便りをちょっと読んでいきたいと、はい。思います。じゃあ一つ目。ちなみに今から読むの1年ぐらい前に来たやつです。ねえ、もう、解決してるよ、そんなの。カイムさん、男性30代の方からです。コメント欄で聞くのはふさわしくないと思ったので、ここでお聞きしたいのですが、沖野さんは性欲が強い方ですか、弱い方ですか？俺はやりもくでいいからセフレと定期でやりたいくらい性欲ガチで強くて、正直性依存症ってくらい困ってます。30超えたのに1日6回とかいけちゃいます。沖野さんはいわゆるやりたい時とかないんですか？ある場合はその処理方法とかどうされてますか？1日6回っていうのは、1日6回射精するってことなの？おそらく1日6回、いけちゃいますって書いてあるから、おそらく射精ではないでしょうか。すごいね。ね、すごいよね。依存症ってさ、結構カジュアルに使っちゃうっていうか、一応なんか定義聞いたことあるんだけど、生活に支障をきたすぐらいハマってるとそれって依存症らしい。例えばお金がないって分かってるのに借金してまでショッピングしちゃうとか、そういうなんか普段の生活に支障をきたすレベルが依存症らしいので、逆に言うと、30代ってことでおそらく社会人として何かしらお仕事されてると思うんですけど、そこに支障がなければ、ただのセックス好きということで、依存症ではないかなと思うんで大丈夫だと思うし、もし仕事に支障をきたしているのであれば、なんかメンタルクリニックとかを受診するのがいいんじゃないでしょうか。なるほどね。はい。ただ私は、結構ね、有酸素運動をすると、もう性欲なくなるかも。最近でもないんだけど、フィールサイクルって始めたじゃん。で、なんかあれはもうなんか45分間全力でなんか自転車を漕ぎまくるっていうやつなんだけど、あれやった後はもう性欲全然なくなる。健やかな、綺麗な体になる感じになるから、だからもう射精じゃなくて汗で出るみたいな感じになったかも。運動。有酸素かな。有酸素だね。はい。じゃあ、ちょっと有酸素してください。フィールサイクルで行ってください。続いて、ポンタさん、男性20代の方からです。若い。私は LGBT の B かもしれないと自認しております。今現在、とある G の方に、男性に恋をしています。しかし、彼にはパートナーがいます。この恋は諦めるべきでしょうか？どう思いますか、沖野さん。なんか個人的には、彼氏いるって分かった時点で、恋愛としての好感度パロメータみたいな、一気になんか除外っていうか、なくなっちゃうタイプだから、こういう苦しみ方をしたことがないんだけど、なんか諦めなくていいかもしれないんだけど、要はアプローチするかしないかの問題だと思ってて、急に嫌いにはなれないかもしれないから、アプローチを積極的にするのか、黙っとくのかっていうのどっちかなと思って、付き合ってる人をなんかうまく頑張ってアピールして自分の元に連れてきても、自分もそれをされちゃう可能性あるから、そうだよね。諦めた方が良さそうなんだけど、でもどうなんだろう。いやー、こういう状況になったことがないから、私もね、わかんないんですけど、恋愛の話2人に聞いても偏差値があんま高くないから。偏差値低々じゃん。難しいんですけど、やりたいようにやってください。これいつ来た質問？これはね、去年の12月。解決してると思う。よかったよかった。解決してるよ。解決してるかな。大丈夫。よかった。じゃあ続いて、銀の吹雪さん、男性30代の方からです。お酒が飲めない人が居酒屋とかでリアルやオフ会をする場合、どのように振る舞えばいいのでしょうか？また割り勘にされた場合、明らかに損するのですが、それは諦めるべきでしょうか？これさ、1対1か大勢かでもちょっと違わない？例えばさ、10人で集まってますってなって、できれば、自分はお酒飲めるから言えるけど、もう飲み放題でアルコールつけますって言われたら、個人的にはそこは許してほしいなってちょっと思っちゃう。ソフトリ飲み放題とアルコール飲み放題とかだと多分何百円とか場合によっては1000円とか違うと思うんだけど、そこはちょっとお願いしたいかなって思うけど、1対1のリアルで、例えば自分はソフトリ1杯飲みました。相手はじゃあ2時間でお酒5杯飲みましたみたいな。確かに割り勘にされたら、ちょっとなんか、でもそれってさ、飲む側が言わなきゃダメだよね、本当は。そうだね。仮に自分だけ飲んだり明らかに食べた場合、量とか食べるし、あと違うメニュー頼んだりもするじゃん、リアルでさ。会計一緒だけど、自分が例えば2000円のメニューで相手が1000円のメニューだったらさ、もう全然違うから、それは自分が言うから、その場合は楽なんだけど、そうね、相手の方が明らかに食べたり飲んだりしてる場合
でもリアルで言えないよね。難しいのが、なんか相手の方が食べたり飲んだりしてる場合が結構少ないっていう。その場合はでも楽じゃん。結構食べるから。そう、自分がさ、じゃあこんだけ食べたなと思って出せばいいだけだからさ。そうだね。楽なんだよね。だからなんか難しいんですが、オフ会の場合は諦めた方がいいと思います。そう、人数がある程度いるとね。人数がもうある程度いたらもうそういう会だと承知の上で言ってるっていうふうに思った方がいいと思います。リアルに関しては難しいとこなんですけども。まあでもそうだね。もうその場は諦めて。でも正直言って、もやもやしちゃう気持ちはわかるけど、諦めちゃうのが気持ちとしては一番高いかなっていうか、諦めてくださいとしか言えないかな。そうだね。その場で諦めて、ただ逆に言うとさ、やっぱ飲んでる側は、ちょっと気遣ってあげた方がいいと思う。たくさん食べたとか、飲んでる人は、そっち側がやっぱ言ってあげた方がいいと思うから、それが言えない人だなって思ったら、そのリアルはもうその場限り。で、そこもいい意味でこう気遣ってうまくやっていけそうだなって思う人だったら、2回目のリアルを組みましょう。そういうことに気を使える人と継続して付き合っていけたらいいし、なんかそういうことが気にならないぐらい楽しく会話できるような人と継続的にこう会っていけばいいんじゃないでしょうか。はい。きっちりされすぎても怖いしね。なんか餃子5個来てさ、あなた3つ食べたんで、何円多く払ってくださいって言われても、それはそれで、無理。怖って思うから、その辺は人付き合いの中の雑費みたいな感じで。そうですね。もう雑費形状で。お願いします。お願いします。はい。じゃあ続いて、はやとさん男性26歳の方からです。はい。立ち受けの比率について扱ってほしいです。受けが余る場面があると思います。リードされたい人が多いのでしょうか。まあ、日本のゲイは受け多いっていうよね。まあ、リードされたいですよね。楽だしね。受け2種類いると思ってて。一つは普通に受けが気持ちいいから。受けをするっていう。もう一つは、やっぱリードされたいとか、いろんなことにおいて、ちょっと受け身の方がまあ楽じゃん。だから精神的な受けって呼んでるんだけど、だから自分で何かを決めたり、引っ張っていったり、相手のケアをしてあげたりとか、苦手な人が多いんじゃないかな。あとさ、なんか思うのがさ、まあ我々あんまりセックスの話普段しないけど、そのセックスがさ、上手い下手の話になった時にさ、受けが下手ってあんま言われない気するんだよね。立ちのリードの仕方がどうとか、その腰の振り方がどうとか、立ちの方がなんか評価されちゃうから、なるほど。例えば早く行った遅く行ったとかさ、雑だった優しかったとか、だからなんかそういうのも含めて受けの方がなんか楽って感じて多いのかなって。受けが余る場面があると思います。リードされたい人が多いのでしょうか。多いです。リードされたい人が多いです。多いです。なので受けが余る場面もあります。お姫様気質の人がたくさんいます。こんなゆるゆるでいいのかな。いいと思う。本当？はい、じゃあ続いて、知念さん男性33歳の方からです。私は小学生時代水泳を習っていました。その時の水着は V パンだったのですけど、V パン姿で興奮してします。どうして V パン姿やブリーフ姿を見て興奮しちゃうのですか？知らねえよ。いや、でも、わかるかも。性の目覚めっていうか。性の目覚め。なんか、性癖みたいのあるよね。初めて感じた性みたいなのが多分水泳習ってて一番身近にあったそこがスイッチになっちゃったっていう。ちなみにこの知念さん同じような投稿をその数ヶ月後にもしていただいていて、どうしてもこの話をして欲しかったみたいです。なるほど。V パンっていうのがよくわかんないんですけど、なんか競泳パンツみたいなこと？ブーメランタイプのこういうビキニタイプのやつかな。あとあんま見なくなったよね。その形としてね。形として。今確かにボックス型とかスパッツみたいなこうちょっと膝上ぐらいまであるのとかが多いもんね。そう。布があるから興奮するってあるじゃん。わかる。見ちゃったらね。チラリズムね。だからもう中身は次元だよみたいな。だからさ、ある意味さ、沖野さんのさ、沖野スタイルもそうなのかもしれないみたいな。そのもろ出しじゃないからいい。そう、だからパンツルックブックだからエロいみたいな。それはだから沖野さんがチンポボローンみたいなやつを出しちゃってもなんか、いや、それじゃないんだよみたいな。ギリギリでいつも生きていたいから。カトゥーンなんかそういうなんかさ、その布が一枚あることのファンタジーみたいなのってあるよね。あると思う。どうして興奮しちゃうかって言われたらもう個人のもう癖なので、他人に迷惑かけない範囲で十分に楽しんでいいんじゃないでしょうか。で、沖野さんはじゃあこの V パン姿やブリーフ姿を見て興奮することありますか？相手次第？相手次第だそうです。はい。続いて、長谷川さん男性26歳の方です。年齢が上がって好きなタイプやフェチが変わりましたか？私は20代で、40代、50代の
人が好きなのですが、10年、20年経っても変わらないのが気になりました。好きな理由は私が受け気質なことです。自分が受けだから年上のリードしてくれる人が好きってことかな。自分の場合、10代の時は、とか、20代の時は結構年上好きだったけど、今もう40近くなってきて、上も全然まだいけるけど、でもやっぱ下がだいぶこう広がったっていうか、20歳の時のここ、相手20歳。今、そのままこう上がっていって、ここの幅も全然いけるから、下が結構多くなってきて、どうなんだろうね。でも20年経っても年上好きってなったらもう60代、70代とかになるってことだよね。この方で言うと。そうだよね。20個、30個上が好きってことになったら。だから自分が40代、50代じゃなくても40代、50代の人が好きなのかどうか。さらに上になるのかどうか。そうだよね。でもリードしてほしい、その受け気質で相手にある程度ある程度ちょっと年上の人に甘えたいっていう気持ちがあるんだとしたら、そのままこうやって上がっていくかもね。上がっていくかもしれないね。だから常に自分が若く入れるポジションに移動していかないといけないかもしれない。だからそのまま上がっていく可能性も結構あるし、逆に言うとね、年取ったら意外とその年下、なんかこうグイグイ来てくれるのが嬉しいなとかって思う可能性もあるから、今、その答えが仮に出たとしても、そんななんか別に今後の活動っていうか行動、そんな変わんない気もするから、このまま年を取っていく中で、そのまま一緒に上がっていったら上がっていったらでもいいし、下に広がっていったら、それはそれでまた違う楽しみがあるから。年下の子が可愛いなって思い始めてきた。要は性的なものであったりとか恋愛的なものじゃなくて、なんか若い人を助けたいなって思う機会が仕事とか、そういう面でなんか出てきたりとかしたから、なんかそれが自分の中で面白い変化だなと思いながら、まあ変わることを楽しんでみてください。はい。続いて、はやとさん男性20代後半の方からです。若い。私は恋愛欲より性欲が強くて発展場に行きます。行きずりなので輪が広がるわけではありません。快楽とともに喪失感もあっていろいろと考えてしまいます。結構大変ですよね。なんか20代後半ぐらいまでは、そういうちょっとした喪失感とかごまかしてもいけそうだけど、どうなんだろう、年どんどん取ってきた時に後悔したりするのかな、そういう感じで。東村明子の東京タラレバ娘っていう漫画を読んでて、なんか同じようなことが書いてあったんだけど、なんかワンナイトして、でなんか翌朝相手の家からその駅まで帰ってる時の、なんていうんだろう、喪失感っていうか、虚しさね。虚しさみたいなものが描写されてるところがあったんだけど、そことちょっと似てるなと思いながら、でもそれって結構割とあるあるじゃないですか。なんか何やってんだろうみたいな、なんか時間をね、無駄にしてみたいな感覚はあるから、すごくわかるんですけど、性欲ってこうガーンって上がったらもう発散しないとってなってるから、だからその喪失感もちょっと楽しむっていうのはどうですか？またやっちゃったみたいな。でもなんかそれこそさ、物語にするじゃないけどさ、そういうのをなんか話して聞いてくれる人とかいたらいいのかもね。またやっちゃったみたいな。そう、だから、セックス&シティみたいな。私サマンサだって。セックス&シティのサマンサだって思って、あと3人ぐらいちょっと友達集めて、で、日曜日の朝とかにランチとかして、またこういう男と寝ちゃってさーみたいな話とかをちょっとして、で、また日曜日の夕方からセックスに行くみたいな。そんな感じのちょっと交友関係とか作ってもらったらいいのかもしれない。セックス&ザ・シティを結成してください、自分の中で。結成して。メンバー。友達がさ、作るっていうのが一番難しかったりしない？ゲイのね。ゲイの。話を聞いてもらえる友達。しかもあれだもんね。性欲に走っちゃダメなんだもんね。そしたら同じことになるから、この隼人さん的には、だから性欲はその人に対して発生しない、もしくはもう発生しきってもうなんか全部ない状態の人を、確かに揃えるのむずいかも。ただその性的なものってやっぱりある程度年齢が重ねていくと需要って減ってくるじゃないですか。なんかそこでなんか今と同じような生活を続けられなくなってくるのかなっていう気はするんだけど、どうなんだろうね。その需要の問題で。需要の問題で。確かにね、年取ってもモテる人もいるけど、一般的には多分20代後半とか30前後ぐらいからちょっとずつ、こうね、需要がどうしても。だからそこの部分で、なんか今はなんかすごい、セックスをあまりにも簡単にしてしまって苦しいですってなってるけど、もうセックスしたくてたまらないのに誰も相手にしてくれないんですっていう悩みにいつかフェーズが移っていく可能性があるじゃん。なんかそれを考えるともう楽しむだけ楽しんでもういいんじゃないかって思っちゃうけど、どうなんですかね。でもそれ新しい見方かも。でもいろいろと考えてしまいますっていうのはすごくいいことで、いろいろと考えながら生きていってください。
じゃあ最後これにしようかな。あ、よかった、最後。顔なしさん男性15歳の方からです。来年から高校生になるゲイです。小学校の頃からゲイだと自覚していました。そこで一つ質問があります。沖野さんは友達にカミングアウトするときどうやってしましたか？学生時代友達がいなかったので、私もそうなんです。そう、だから我々二人だとね、学生時代の友達へのカミングアウト方法が全くわからなくて。わからないです。そう。あと、カミングアウトしたいって思ったことがない。そうだ。しんちゃんそもそも友達うんぬんとかじゃなくて、多分一人も、いわゆるストレートの人誰にも言ってない。そうだよね。誰にも言ってないけど、なんかさ、探偵みたいなことしてくる人いない？彼女いるの？みたいな。いません。結婚してるの？してないです。もしかしてこっちじゃないの？みたいな。出た。うるせえよみたいな、なんか、いや、別に、いや、いいよ。私が例えば、いや、もうバリバリゲイですとかって、もう男大好きですとかって言ったとして、その場の飲み会の空気、どうなる？みたいな。いや、そんなことないですよ。彼女欲しいんですよ。で、言うノリじゃん。多分。そういうことを求めてるじゃん。だからなんかうざって思うから、なんかもう、ある意味でなんかもう言い放ってやりたいなって思う時はあるんですけど、でもそういう話じゃないからね。多分信頼した友達に対してどうやって切り出したらいいですかというような内容なのかなと思うんですが、私たちはその経験がないのでわからないということで。まあね、過去にね、やっぱこういうの、中学生、高校生はこの手の質問めっちゃ多いの。定期的に来るんだけど、基本的には、まず、他に逃げ場所があるか。例えばクラスメートの誰かに言うってなった時に、他に例えば最悪不登校になったって時に、じゃあ親にそれ言えるのかとか、こういうことで学校に行けなくなったとか、もしくはなんかそれでいじめられた時に、じゃあ担任の先生はそれを知ってて助けてくれるのかとか、でそういう関係って結構少ないと思うから、最悪なパターン考えてもそれでも自分は伝えないと、そっちの方が苦しいんだっていうんだったら、言ってもいいんじゃないって。逆に言うと、そこまでじゃないなってなって、周りに他に助けてくれる人もいないし、逃げ場もないってなるんだったら、まあもうちょっと待ってもいいのかなとか。引き伸ばすのも全然手です。例えば、もう卒業したタイミングとかで言うとか、もう最悪どうにかなっても関わりなくせるみたいな感じだと言いやすかったりとか。そうだね。逃げ場を作ってから言うっていうのが個人的にはやっぱおすすめ。そうだね。まだお若いからね、なかなか打ち明けたいなって思う気持ちはすごいわかるんですけど、ちなみにこの15歳なんですけど、その他のところに、いつも楽しみに見てます。もうちょっと脱いでほしいですって書いてありました。もうちょっと脱いでほしいって、沖野さんはパン1まで晒してるんですから。これ以上はもう脱げません。ということで、いつもまあこういう相談系は一人でゆっくり読むことが多いんですけど、あえてちょっと違うテンポ感というか、いろんな、テンポ感で。そう、2人分の意見が今入って、お得バージョンで、多分今まで出てくれた時はこういうなんかコメントっていうかそのメール読んだりしてなかったから、そうだね。初めてだと思うんですけど、初めてだった。いかがでしたでしょうか？なんかラジオ DJ になった気分ですごい楽しいなって思いました。よかったです。あとやっぱりいろいろな人がいろいろなことを考えていろいろなことに悩んで生きているんだなっていう。だから私たちって悩みそんな多くないね。悩み全然ないかも。それは羨ましいけど。まあなんで同じゲイでもね、めちゃくちゃ悩んで乗り越えて、今楽しく生きてる人もいれば、まだ苦しんでる人もいれば、何にもなくここまでふわーってこう、ふわふわふわってね。生きてこれた人もいるんで。いるよね。はい。みんな違ってみんないいっていうことで。あら、みすずでちょっと、はい、締めたいと思います。みすず言っとけば大体閉まるもん。そう。はい。ってことで、今回は、塾師さんがゲストでやってきてくれました。前回の動画、塾師さんのいろんなね、反省を語っていただいた動画もありますので、はい。概要欄からそちらもチェックしてみてください。はい。じゃあ、せーの。バイバーイ。バイバーイ。V。